皆さんこんにちは。山口県立萩美術館浦上記念館の淵田恵子です。山口県国際交流員のティナです。同じく国際交流員のバリンティナです。山口の文化力を発信するカルチューブ山口として山口県立萩美術館浦上記念館から浮世絵シリーズを配信しています。今回はその第2回目です。山口県の国際交流員さんと一緒に当館が所蔵する歌川広重の作品をご紹介していきます。まず毎回恒例の美術館紹介ですが、山口県立萩美術館浦上記念館は幕末の史跡や町並みが今なお残る観光地、山口県萩市にある東洋当時近現代の陶芸工芸作品浮世絵版画を専門とする美術館です。この特選鑑賞室は当館が所蔵する浮世絵の中から月替わりで名品1点のみを展示してゆっくりとご鑑賞いただく贅沢な部屋になっています。さて今日ご紹介するのは歌川広重の名所江戸百景市中繁栄七夕祭りという作品です。2020年は7月31日まで展示しています。歌川広重は前回ご紹介した葛飾北斎に続いて風景画の分野で活躍した絵師なんですね。見ていてしみじみするような誰もが親しみを持つような風景で描いて質量ともに一番の絵師でした。この名所江戸百景は安政3年1856年から出版がスタートして3年目に広重が亡くなってしまうんですね。ですのでそれによってシリーズが打ち止めとなります。広重が59歳から61歳にかけての作品なんですけども、これまで広重は東海道とか木曽街道の風景画を描いて非常に人気を博していました。でそんな広重が百景という非常に大きい数字で自分が住んだ江戸の町を描いた作品ですので非常に意気込みがあったと思います。そして、広重が描いた118枚と、後で2代目広重の弟子が描いた1枚、そして作品のタイトルをまとめた目録の1枚で120枚で完結します。浮世絵のシリーズものの中でもかなり大規模なものになります。じゃあ絵をゆっくり見ていきましょう。江戸の七夕の風景が描かれてますよね。江戸時代は大陰暦でしたから七夕の7月7日は今より1ヶ月ほど後になります。ですので江戸の人たちにとって七夕は秋のイベントでした。ちなみに旧暦でいくと2020年は七夕は8月25日だそうです。江戸時代に幕府が季節のお祝い日として御節句というのを定めて、その中に七夕があって町人たちによって盛大に祝われるようになります。お願い事を書いた短冊の他にも大福帳という商家で用いた帳簿とか生活に関わりのある形の飾りで繁栄の願いが込められたんです。それらが風に吹かれて色とりどり賑やかな様子です。摺の表現はかなり手間がかけられていて丁寧に仕上げられています。例えば空の色に注目してみてください。地上に近いところは赤、その赤がだんだん薄くなって青くなっていきます。さらに上空は濃い紫になっています。これはぼかしという技法で摺師と呼ばれる職人の技によって一つの色を濃い色調から薄い色調へとグラデーションをつけて摺っていきました。そしてパッと見た感じではこの作品は七夕の風景をさりげなく描いているように感じるんですが、手前の笹飾りは画面からはみ出るぐらい大きく描かれていて、そしてその視界はずっと遠くにそびえる富士山まで広がっていますよね。この作品は北斎の富岳百景からの影響が指摘されているんですが、広重はさらに遠近感を意識して強調して描いていることがわかります。また絵の中の位置関係からこの場所は広重の家からの眺めじゃないかっていう説もあるんですが、名所江戸百景のシリーズの中にはこの作品のように名所とは言い難い場所が描かれていたり、あるいは江戸名所の定番となる場所が抜けていたりします。ですので、
地方から来た人のために江戸土産として作られた風景画ではなくて、江戸に住む人に向けて描かれたものだったんじゃないかというふうに考えられています。一枚の浮世絵をするのにどのぐらいの時間かかるんですかね。だいたいどれぐらい吸っていたとか、そういう仕事についての実態っていうのが今よく分かっていない状況なんです。あと、この作品みたいに高級品として仕上げられた浮世絵であるか、安物として仕上げられたかっていうのでも変わってくるんですけれども、だいたい摺師が1日で摺れる枚数が200枚前後だったっていうふうに言われてるんですね。当時浮世絵を摺っていた人たちは親方を中心にチームになって役割分担をして作業をしていたので、だからこういうふうにすることができ、早く仕上げることができたんですね。でももちろん高級品として仕上げられた浮世絵はもっと時間がかかったっていうことはもちろん考えられます。3年間で118枚って聞いてはすごい多いなと思ったんですよ。やっぱりなんか9日間で1枚っていうペースになると思うんですけど、それって普通なんですか？はい、これもですね、ちょっと標準的なペースっていうのがはっきりと分かってないんですけれども、実は広重がこの名所江戸百景を描いている間に別の作品も同時進行で何点か描いてるんですね。ですのでもっとたくさん描いてます。はい、あと同じ時代に活躍した三代歌川豊国という絵師はこの名所江戸百景が出された期間ですね、彼は広重よりももっと多くの枚数の作品を手掛けていますので、いずれにしても売れっ子絵師は非常に忙しかったということがわかります。この絵にはすごい賑やかな祭りの様子が描かれてるんですけれども、このシリーズにはこの七夕以外の祭りの絵があるんですかね。はい、あります。ちょっと地味な印象なんですけれども、タイトルに祭りというのが含まれた作品が2点あって、麹町1丁目山王祭り練り込みという作品と、あともう一つが佃島住吉の祭りという作品です。あと、お祭りと言っていいのかわからないんですけども、今の私たちの夏祭りのイメージに近い花火を描いた作品もあります。いかがでしたでしょうか。こちらの作品は2020年は7月31日まで展示しています。今後も展示される機会があると思いますので、当館ホームページでぜひご確認ください。ぜひ直に当館で浮世絵版画や陶芸工芸作品をご覧いただき、一層作品の美しさを感じていただければと思います。次回は写楽で有名な東秀斎写楽の役者絵をご紹介します。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひ次回もお楽しみに。